こんにちは。金子でございます。ということで、本日の食材がこちら。せーの。よいしょー。よいしょ。バッカーン。牡蠣っていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。天然物の真牡蠣。っていうことでね、いやお前どんだけ牡蠣好きなのって話かもしんないですけども、1年で10回は牡蠣の動画上げようと思ってるんで、よろしくお願いします。でね、この牡蠣なんですけど、この前漁師さんたちと飲み会したんですよ。で、その時に漁師さんが持ってきてくれたんです。これ食べてよ、つって。毎年この牡蠣いただくんですけど、これがまたうめえんだ。なので、今日はこちらの牡蠣を使って3品作っていきたいと思います。1品目、牡蠣の炊き込みご飯。2品目、牡蠣の天ぷら。今日はフライじゃなくて天ぷらできます。で、3品目、焼き牡蠣。この3品作っていきたいと思います。そしたらね、天然物なので、かなり汚いんですよね。いろんなね、こう土とか海藻とか、微生物とかいっぱいついてますんで、これをきれいに洗っていきます。で、ちょっと見てほしいんですよ、これ。軍手ありました。普通にね、かかってた。あ、うち軍手あるんだ、と思って。なんで、今日はこの軍手をしてやっていきます。牡蠣の殻はね、ほんと危ないんで、これ軍手した方がいいです。まずきれいにこれね、全部洗っていきます。このブラシで、ゴシ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 。多分これ1時間ぐらい平気でかかっちゃうんで、もうカットします。全部洗い終わった後に移動。はい、ということで、このように洗い終わりました。次は、これを剥いていく作業に移りたいと思います。まあ、剥くのはね、半分ぐらいでいいですわ。あとの半分はいろんな人に配りたいと思います。やっぱ軍手があるとね、いい。スピードもね、1.5 倍ぐらい上がるね。よーし、そうしたら、じゃあ開けていきますよ。で、毎回説明してるんですけども、牡蠣の貝柱っていうのは、真ん中のちょっと右側、ここら辺に貝柱が入ってますんで、ここからナイフを入れて、で、ちょっとこのね、上側に向けて貝柱を外します。いきます。はい、ってこういう風に入りました。そうしたら貝柱ここにあるんで、探りながら。で、若干ね、ナイフを上にして、こう持ち上げて、で、こう揺らしながらこうやると、開いた。いきます。せーの。よいしょ。変な開き方した。よいしょ。はい。もうパンパンに入ってますね。すげえ、さすが漁師さんがくれた牡蠣だわ。外れがねえ。で、こっちの貝柱も外していきます。はい、これで、むき身の完成。そしたらこれも、黙々と剥いていきたいと思います。剥いたらこのザルに入れていくと。でっかいな、これ。見てこれ。牡蠣の中ってさ、カニがたまに入ってるんですよ。これなんていうかなっけな。ピノンだっけな。アサリとかハマグリとかにも入ってるんですけど、これ別に食べても害はないです。で、海外とかだと、逆にこれが入ってる牡蠣がなんか美味しいみたいな。これも一緒に食べちゃうんですって。はい、というわけで、このように剥き終わりましたと。まあ、剥き身はこんなもんで OK ですね。そうしたら、まだちょっとね、この細かい殻とかついてますんで、これ落とさなきゃダメです。なので、この塩水用意しました。ちょっと濃いめの塩水ね。それにこう、つけて、洗っていきます。で、こう、ついてるゴミを落とすイメージ、こうやって、サササササーっつって。で、これを全部、こういう風にやっていきます。ちょっと濃いめの、こういう塩水でやると、汚れも一緒に取れるんで、ちょっと濃いめでいきましょう。ほら、まだね、4つぐらいしか洗ってないですけど、こんなに濁ったりだとか、殻とか汚れが浮いてきますでしょう。これやんないとダメ。はい、そしたらこのように綺麗に洗いました。じゃあまずは、炊き込みご飯を作っていきたいと思います。今日の釜飯、簡単に作っていきます。お鍋に、水。麺味。麺つゆですね。これをね、水の4分の1ぐらいの量入れていきます。で、これを火にかけて、お酒。で、生姜。細く切って、針生姜を作っていきます。こんな感じですね。そしたら、お鍋に先ほどの針生姜を加えて、で、そこに先ほど剥いた牡蠣も入れていきます。これで煮立てていきます。この牡蠣さ、こんだけ火通しても大きさが全然変わんないんですよね。これはうまいだろうな。はい、これで炊き込みご飯のだし汁が完成。そしたらこのお釜の中に水に1時間ぐらい浸したお米を入れます。生米です。
で、先ほどのこのだし汁のだしだけを入れていきます。だいたい 200cc ぐらいですね。こんなもんですね。そしたら牡蠣を刻みます。刻んで入れていきます。こういう感じに刻んで入れたら、1個は丸ごと入れます。で、これに蓋をして、固形燃料に火をつけます。ここにセット。で、そこにお釜もセットします。これ40分放置で炊き込みご飯の完成。そうしましたら次こちら、焼き牡蠣を作っていきます。作り方はめちゃめちゃ簡単。ストーブにアルミホイルを乗せて、で、その上に牡蠣の平べったい方を下にしておきます。これで焼き上がったら完成。はい、そうしましたら最後、牡蠣の天ぷら作っていきます。水気と汚れをしっかりと取った牡蠣に打ち粉をしていきます。これすると衣つけた時に剥がれにくくなるみたい。よし。そしたら今日もこちらコツのいらない天ぷら粉。こちら使っていきます。粉を適当に入れて、で、適当に水も入れます。こういうのを使うくせに分量は測らないっていうね。日清さんごめんなさい。で、かき混ぜていきます。もうちょっと水がいるな。もうちょっとだな。このぐらいで大丈夫だと思います。はい、天ぷらの途中ですけども、釜飯がいい感じにポッポポッポいってます。めちゃくちゃいい匂いが漂っております。まあ、固形燃料の量からして、あと15分ぐらいかな。それに合わせて天ぷらも揚げていきます。あ、いかんいかん。塩コショウ振るの忘れてました。そしたら、天ぷら粉につけて、油に入れていきます。はい、こんなもんで OK です。はい、このようにカラッと揚がりました。そしたらこちらを盛り付けていく。はい、じゃあ完成いただきます。よっしゃ、食べていこう。まずはこちらの釜飯。めちゃめちゃいいのにできてるよ。混ぜていきます。よいしょ。うおー、いい感じにおこげもあって。これ最高の出来じゃない？やばい、匂いがね、抜群に。これをご飯によそって、おこげも入れてと。じゃあこの牡蠣と一緒にいただきます。赤っ。めちゃくちゃうまい。これはすごいわ。もし YouTube がダメになってお店開くことになったら絶対これメニューにするわ。これで1500円。でもそのぐらいの価値があるぐらい美味しい。生姜の量もあれで絶妙。はい、そうしましたら次こちら。牡蠣天。冷めないうちにいただきましょう。めんつゆに大根おろし、生姜、溶かしていきます。で、すだちをちょっと絞って。じゃあここいただきますかね。たっぷりと。天つゆにつけていただきます。わかるじゃん。まずいわけないもんね。めちゃくちゃうまいよ。びっくりする。牡蠣のポテンシャルがすごい。僕のクソみたいな揚げ方でもマジで美味しい。プロが揚げたらもっと美味しいんだろうな。うん。次はこちら、焼き牡蠣。多分ね、火通ってると思うけどな。できるだけ中に殻が入らないように揚げていきます。せーの。オープン！すげー！なんじゃこりゃー！で、ここに、ポン酢をかけて、いただきます。でん！黄色のやつ。待ちきれんかった。ついつい開けてまった。あ、気を取り直して。
はい、こちら、9対1ですね。いただきます。ごちそうさまでした。ということで、今日は漁師さんからもらった大量の天然牡蠣を使って3品作ってみましたけども。いやー、うまかったなー。炊き込みご飯バカうまね。あれもっと作ればよかったなっていうぐらい。そのぐらい美味しかった。めんつゆ1に対して水4の割合で薄めて、そこに牡蠣を入れて、生姜を入れて、で、それで炊くだけ。めちゃくちゃ簡単ですごく美味しい。今日は僕、いただいた牡蠣使いましたけども、スーパーとかに売ってるチューブの牡蠣とかでも、全然美味しい牡蠣の炊き込みご飯できますので、皆さんもぜひぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。ということで、今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。